こんにちは、レイムです。マリサだぜ。早速ですが、皆さんは OOTP というゲームを遊んだことがあるでしょうか？ OOTP とは、アウトオブザパークベースボールというゲームの略称です。名前の通り、野球をテーマにしたゲームになっているぜ。収録されているのは主に MLB、KBO となっており、日本の NPB は収録されていません。また、日本語対応もしていないため、英語でプレイしていきます。何が書いているかわかりづらいと思うが、重要なところは日本語で説明するようにするぜ。ということで、今回からこの OOTP26 をプレイしていきます。普通にプレイするんじゃなくて、なんか縛りを設けるんだったよな。ああ、ざっくり言うと、FA 補強禁止でワールドシリーズ制覇を目指す、という感じだよ。なるほど、NPB だとそこまできつい縛りじゃないが、FA までの期間が短く、自動で FA になる MLB だと、そこそこやりごたえのある縛りになるかもな。方針としては、とにかく若い選手を主力に育て上げること。あとは、中心選手とは積極的に契約延長しつつ、そこそこの選手は FA になる前に若手とトレードだな。縛りの内容はこんな感じ。まず、FA の選手のメジャー契約での補強を禁止します。自チーム選手の引き止めと、マイナー契約の選手の獲得は OK なんだな。ああ、特に序盤はマイナー契約で取れる選手に頼ることになると思うよ。あとは、トレードでの主力選手の補強も禁止と。そうだな、MLB だと FA 以外にもトレードで主力選手を取ってくることもあるけど、それも禁止にするぜ。まあ、主力の契約を引き取る代わりにプロスペクトをもらえるようなトレードは承諾するかもしれないがな。ルール5ドラフトとウェーバーからは無制限に選手を取れると。そうだな、マイナー契約の選手を取れるのもそうだけど、基本的に若手プラス他球団から不要とされた選手で優勝を目指すという感じだよ。場合によってはこの縛りに反するような場面も出てくるかもしれないが、コンセプトは逸脱しない範囲で緩くやらせてもらおうと思っているのでよろしくお願いします。最後に、投稿主はこれまで OOTP シリーズをやり込んできたわけではないので、非効率なプレイなどがあるかもしれません。感覚に任せて結構適当にプレイしています。もっとこうした方がいい、という部分があれば、コメントでの指摘よろしくだぜ。また、MLB を見始めたのも最近になってからなので、選手の知識など不十分な点があると思います。温かい目で見てもらえるとありがたいぜ。さて、企画の説明はこれくらいにして、早速プレイに入っていくよ。まずは、どのチームでプレイするか決めるところからだな。今回はアスレチックスでプレイしようと思っているよ。後で改めて紹介するが、30球団の中で一番資金力が乏しい設定になっているのと、ここ数年低迷していることもあって、今回の縛りにぴったりと判断した。なるほどな、アスレチックスって確か本拠地をラスベガスに移転するんだったよな。ああ、2028年からのラスベガス移転が決まっているな。ゲーム内でも2027年オフに本拠地が変更されるように設定されているよ。そうなんだ、ちゃんとしてるゲームだな。じゃあ、新規ゲームを開始しよう。ニューゲームをクリックして、ニュースタンダードゲームを選択。今回は MLB と KBO を有効化して始めるよ。WBC も有効化できるんだけど、大会のたびに監督のオファーが来てめんどくさいのと、日本のメンバーがほぼ偽名になって微妙だから有効化しないよ。あとはライブスタートにチェックを入れるよ。これにチェックを入れると、その日までの現実の結果が反映された状態でゲームが開始できるぜ。収録日が9月12日だから、その時点までのデータでスタートになるよ。まあ、この動画が出る頃にはもっと現実のシーズンは進んでそうだけどな。じゃあ、開始するぜ。ライブスタートにした場合はここの読み込みが長いんだよな。ああ、球団選択画面までカットするぜ。ロードが終わったので、先ほど説明した通りアスレチックスを選択するよ。プレイモードを GM に。打順や投手起用は監督が決めることになるぜ。最後に解雇されない設定にしておくよ。解雇されたら企画が終わってしまうからな。そしたらゲームスタート。無事開始できたな。ちなみに設定は、トレード難易度を最大の1段階下にしています。他にもいくつか設定を変更しているが、重要ではないので割愛するぜ。それじゃあまずチームについて見ていこう。アスレチックスは開始時点で地区最下位。主力選手の成績はこんな感じ。最下位にしては野手陣の成績はかなりよく見えるな。下位打線はそこそこひどいけど。その通りで、チーム OPS や野手 WAR はリーグ3位。WAR というのは、その選手が平均的な選手と比べて何勝分チームに勝ちを積み上げたかの指標で、バッティング WAR というのがチームの野手の WAR の合計だぜ。その一方で、ピッチング WAR、つまり投手陣の WAR の合計はアリーグ最下位。チームの課題ははっきりしているな。それじゃあ主力の選手についても少しだけ見ていこう。その前に選手画面の見方を軽く説明しておくぜ。この部分が打撃能力。ここが走塁に関する能力。そしてここが守備能力だ。そしてこの部分。オーバーオールというのが現在の総合能力。ポテンシャルというのがその選手の潜在能力を示している。どちらも最高が80、最低が20で表される数字になっているぜ。基本的にはここの数字が高ければ、その選手はいい選手ということになるから、最悪この数字だけ見ておけば OK だぜ。説明ありがとう。それじゃあ選手の確認に戻るよ。各選手の今季の成績は、画面右上から確認できるぜ。まず一人目はジェイコブ・ウィルソン。とにかくコンタクト能力に長けたショートの選手だよ。まだ23歳と若いから契約延長するのもありだけど、この後軽く紹介するデフリースというショートの超有望株も控えているから、彼の成長によっては数年後にトレードで若手有望株と引き換えるのもありかな。
そうなるとかなりの対価が期待できるな。長打力のなさと選球眼の低さが気になっているから、FA 前にトレードする方向で考えているよ。続いてはニック・カーツ。新人ながら今シーズン3割30本をすでにクリアしているスーパールーキー。まだ22歳でこの能力、この成績だから、今オフにでもすぐに長期の契約延長をオファーする予定だよ。無事延長できれば、今後10年くらい打線の軸として計算できるな。次はシェイラン・ゲリアーズ。強打のキャッチャーだよ。あと3シーズン保有可能な選手だな。契約延長して長期的に正捕手を任せるには守備能力がやや厳しいのと、年齢もやや高めだから対価次第でトレードかな。次はローレンス・バトラー。長打力と選球眼が高く、私好みの外野手だよ。守備力も高く、センターもギリギリこなせそうな能力だぜ。また、彼はまだ25歳と若く、2032年までの契約がすでに締結されていることから、優勝を狙いに行くタイミングも含めて長く主力として活躍してくれそうな選手だよ。ポテンシャル61とまだ伸びしろを残しているから、もう一段階成長してほしいところだぜ。野手陣最後はブレント・ルッカー。リーグでも上位の打撃力を持った外野手だよ。2024年のオフに5年の契約延長をして、2030年まで契約が残っているな。契約の内容はこの通り。今期の年俸は400万ドルだが、契約終盤に向かって高額になるよう設計されているぜ。4、5年後くらいにチームのピークを持ってきたいと考えていて、その頃まで契約は残っているんだけど、その頃には34、5歳になっていることを考えると、トレードでプロスペクトと引き換えるのが適切じゃないかと考えているよ。続いて投手。投手の能力は、だいたいこの辺が9位系。ここがコントロール。切れてるけどこの下の方が各球種の質。そしてここにスタミナが書かれているぜ。間違っていればすみません。ざっくりこんな感じで理解しています。まあ投手はオーバーオールとポテンシャルの数字を見ておけば大体 OK だぜ。じゃあ選手の確認に戻ろう。チーム成績が示す通り、投手は特にずば抜けて優秀な選手はいないよ。最初はルイス・セベリーノ。2024年オフに球団史上最高の契約総額で獲得した選手だよ。3年総額6700万ドルの契約だな。ただ、年齢的にも能力的にも放出したい選手の筆頭候補だよ。対価は期待できないが、もし若手選手とトレードしてくれるチームがあれば、一部年俸を負担してでもトレードしたい選手だぜ。投手からもう一人、ジェフリー・スプリングス。彼も、2027年までの3年契約を結んでいるよ。一応最終年はチームオプションがついているから、こちらから契約解除することも可能だぜ。そこそこの成績は残しているから、彼も可能であれば若手選手とトレードしたいね。メジャークラスの選手の紹介は以上だよ。まずは若手有望株を集めて、5年後くらいにチームのピークを持ってきたいと考えているから、少なくともルッカーで将来の主力候補を取ってきたいところだな。若手選手はポテンシャルの数字通りに成長しないことも多いから、一旦ここから数年のチーム成績は度外視して、一人でも多くの若手を集めたいところだぜ。足りないポジションがあっても FA やトレードで補うことができない縛りだからな。今後、その選手を出すのはもったいないんじゃないか、と思われるようなトレードもすると思うが、とにかく昇格候補の若手選手が足りなくならないように運用していくつもりだよ。現時点でチームに所属しているプロスペクトも確認しておくか。こちらがアスレチックス組織内のプロスペクトランキングだ。一番左の数字が組織内での順位、括弧内の数字が MLB 全体での順位になっているぜ。そしてこの欄が、先ほども説明したポテンシャルの数字だ。必ずこの数字まで成長するというよりは、最大限成長した時の到達点みたいなイメージで捉えているよ。MLB 全体でトップ100に入っているのは2人だけだね。それじゃあこの2人について軽く紹介していきます。まずは組織内1位、MLB7 位のプロスペクト、ジェイミー・アーノルド。2025年のドラフトでアスレチックス1巡目、全体11巡目で指名された左投手だぜ。なんかが突出しているというよりは、バランスのいい能力の投手みたいだね。数年後に左のエースとして出てきてほしい投手だよ。もう一人が組織内に、MLB18 位のプロスペクト、レオ・デフリース。OOTP では MLB18 位になっているが、現実世界では MLB 全体で3位と評価されている選手だよ。彼は今年のトレードデッドラインのメイソン・ミラーを中心とするトレードでパドレスから獲得した選手。ポテンシャル通り育てば、走攻守揃ったショートの名選手になりそうだな。実は過去にあった別のセーブデータでは、毎年2割後半と30本前後のホームランを打って、WAR5 から6くらいを安定して稼ぐ選手になっていたから、かなり期待している選手だよ。なるほど、さっきウィルソンをトレード候補にすると言っていた意味が理解できたぜ。他にも野手は何人かポテンシャルの高い選手がいるよ。ただ投手のプロスペクトは微妙な感じだな。そうだね、野手も層が薄いからポテンシャル50前後の選手をできるだけ多く集めたいところだよ。MLB 全体でトップ100に入る若手を常に5、6人くらい確保しておきたいところだな。それじゃあ最後にチーム周りの情報をもう少しだけ見ていこう。まずはチームの財務状況について。バジェットと書いているのがチームの予算になるんだけど、アスレチックスの予算は MLB30 球団中最下位になっているよ。ドジャースの3分の1以下なんだな。もちろんゲームを進めていく中でこの予算は変動していくんだけど、基本的には MLB 下位の予算になると思うよ。まあ、今回の縛りだと FA 前の若手選手がチームのほとんどを占めることになるだろうから、あまり問題にはならないと思っているぜ。最後にチームのここ数年の成績を確認しておこう。ちょっと見づらいが、最後にプレイオフに進出したのは2020年で、2022年以降は大きな負け越しが続いている状況だよ。ゲーム的にはまだここから数年再建気にする予定だけど、現実だとファンは耐えられないかもしれないな。
動画も長くなってきたから、1回目はこれで終わろうと思うよ。次回はシーズン終了までスキップして、オフシーズンの補強を行う予定だぜ。この動画で触れた通り、主力を放出してプロスペクトをかき集める予定だから、楽しみにしておいてくれ。それじゃあ、ご視聴ありがとうございました。